こんにちは。ミルです。バレンタインデーが近づいてきました。チョコレート食べたくなりますね。スーパーやコンビニはすっかりバレンタインデー一色っていう感じなんですが、皆さんが住む場所はどうですか？以前、どうして日本のバレンタインデーは女性から男性にチョコをあげるのか、どうやってバレンタインデーが日本で広まったのかというお話をしたんですが、今日はバレンタインデーの起源と日本でのバレンタインデーの役割を考えてみたいと思います。バレンタインデーの起源というのはとても有名ですよね。舞台は古代ローマ。兵士は結婚すると士気が下がるという理由で結婚が禁止されていた時代があったそうなんですね。で、そんな時代に兵士たちをこっそり結婚させていた司教がいたそうです。それがラテン語だとバレンティヌス、今のイタリア語だとバレンティーノと呼ばれる方だそうです。で、このバレンティーノさん、禁止されていたことをやっていたということで処刑されてしまったんですね。その日が2月14日だったと言われています。後の時代にこのバレンティーノさんね、愛を守った聖人として語られるようになり、2月14日は愛や絆を象徴する日として残っていったと言われています。で、日本にどうやってバレンタインデーが来たかという話は以前の動画でお話をしたんですが、もう一度簡単にお話をすると、1936年、兵庫県にある洋菓子店がチョコレートを売るためにバレンタインデーにチョコを送りませんかと提唱したそうです。しかし戦争が始まって、お菓子を送り合っている場合ではなくなってしまったんですね。なので、このイベントはなくなってしまいました。で、戦後、1958年、今度は東京のチョコレート、キャンディーを製造・販売する会社が、新宿のデパートでバレンタインセールというものをしたそうです。ただね、時代は昭和。女性が男性に告白をする。こういうのはね、ほとんどなかったと思います。男性の方がね、女性に対して、黙って俺についてこいっていう時代だったんじゃないかなと思います。なのでね、大人の女性にはあんまり広がりませんでした。ただ、子供はそうじゃありませんね。子供は自由です。小学生たちがチョコレートを好きな男の子に渡すようになったそうです。それがね、すごく盛り上がって、新聞にも載りました。そしてね、大人の女性にも広まったということのようです。今やね、子供はもちろん大人の女性もチョコを大切な人に送ったり、あとはね、お友達に送ったり、自分にチョコレートをプレゼントする人もたくさんいます。この時期になるとね、デパートなんか行くと本当にね、素敵なチョコレートがたくさん並びます。有名パティシエのチョコレートとかね、料理人のチョコレートとかね、本当にね、宝石箱のような、本当にね、綺麗な美しいチョコレートがたくさん並んでいます。で、ここからは日本におけるバレンタインデーの役割について考えたいんですが、やっぱりね、チョコレートが好きですとか、いつもありがとうっていう意味になっているから、すごくわかりやすい。これね、便利ですね。便利っていう言い方は良くないかもしれないんですが、便利。はい。昔から日本人は、はっきりものを言わないでね、曖昧にしたり、あるいは歌にしたりしてね、相手に気持ちを伝えていましたよね。有名なのはね、月が綺麗ですね。はい。で、チョコレートを渡すだけで、そのね、あなたを大切に思っていますとか、いつもありがとうとか、あなたのことが好きですという気持ちを伝えることができますから、日本人のね、感覚にとても合っているのではないかと思います。あとは今は、本命チョコ、義理チョコ、友チョコ、何々チョコってね、いろんな名前をつけて、いろんな人にチョコレートを送ると思うんですが、それをすることによって、立場を明確にする役割があると思います。日本語、日本人というのは、相手との関係性によって使う言葉を変えますよね。日本人にとっ
で、お互いの関係性、お互いの立場をはっきりさせるっていうのは結構大事なことなんですね。なので、バレンタインデーは、そのね、立場をはっきりさせるっていうね、役割も担っているんじゃないかなと思います。で、今はね、バレンタインデーのチョコレートを渡すのを禁止にしている会社とか学校も多いと思うんですが、昔私が働いていた職場では毎年やっていたんですね。どんなに嫌いな人であっても、一応義理チョコを渡していました。で、会社にはね、何々部、何々部ってそれぞれありますよね。人事部、経理部、総務部、何々部ってありますよね。で、そのね、同じ部署の女性たちが、例えば500円とか1000円とかね、お金を出し合って、で、チョコレートを買って、その部署の男性たちにあげるっていうのをやっていたんですよ。そうするとね、社内の雰囲気が、その日はね、ちょっと穏やかになるんですね。いつも眉間にシワを寄せているような人にもね、こうやって、はい、バレンタインのチョコレートですって渡すと、お、ありがとうなんて言ってね、笑顔で返してくれると、こっちも嬉しくなりますよね。それから前に日本の働き方5つの違いという動画でお話ししたんですが、私はずっと派遣社員として働いていました。でね、バレンタインデーの日に、派遣元の人、派遣会社の人が、私の勤務先までね、来てくれて、チョコレートをね、送ってくれたんですよ。今日はバレンタインデーだからどうぞっていう感じで。で、私以外にもその派遣会社からね、来ている人がいて、その人たち全員にチョコレートを配ってくれました。これはね、とっても嬉しかったです。で、ちょっとね、話それるんですが、万葉集にもありましたよね。物をくれる人はいい人だ、みたいなそういう歌。万葉集だったか、万葉集じゃなかったかな。ちょっとね、忘れちゃったんですけど、現代語訳をすると、物をくれる人はいい人だっていうようなね、意味になるだろうっていう歌があって、それをね、昔どこかで知った時に、ああ、人間って昔からそんなに変わってないんだなーってちょっと安心したり嬉しかったりしたのを覚えているんですが、こうやってね、いくらね、形式的なものって分かっていても、やっぱりこうチョコレートね、バレンタインデーの日にチョコレートをもらうっていうのはすごく嬉しいことだなって思います。で、これがね、集団の空気を大事にする日本ならではのイベントなのかなと思います。なので、日本におけるバレンタインデーの役割っていうのは、まずはね、言葉にしなくてもチョコレートを送ることで、日頃の感謝とか、大切にしているよとか、好きですっていう気持ちを伝えることができる。それから、義理チョコとか、友チョコなどとね、いろんな名前をつけて渡すことで、立場をはっきりさせてくれる役割もあると思います。そして会社内ではね、職場の雰囲気を良くしてくれる存在であるとも思います。ということで今日はバレンタインデーの起源と日本でのバレンタインデーの役割についての私の考えをお話ししました。じゃあ、バイバイ。